手を伸ばしても簡単には届かないもの、力を尽くしても叶わない可能性があるものだからこそ、強く恋願うもの、振り返ることすら許されないその断崖はきっと僕らの最後の砦。光さすその場所に立つのは僕だ。やれへんわけない。今は憧れても絶対行くからな。これは未練じゃない。僕だってみんな踊ろう。譲らねえよ。この身を怪我してもキラキラしたい。証明するんです。これが俺の望み。たとえそれが必ず立ってみせる。ようこそいらっしゃいました。皆さんどうぞこちらへ。私は皆さんの案内役の稲本と申します。以後お見知りおきを。さて、これからあなた方14人には芸能事務所ライゼンプロダクションの所属アイドルを決める最終オーディションを受けていただきます。まさかここでオーディションを受けるんですか？アイドルの聖地のこの砦のステージで？おや、元気がいいですね。ああ、俺春の太陽、18歳です。ダメ元で全国オーディションを受けたんだけど、そしたらこの赤い封筒が届いて、僕も同じ色の封筒を受け取りました。最終オーディションのためにライゼンブリッツアリーナ、通称砦と呼ばれるこのアリーナに来るようにって。あなたは確か高谷昴、16歳です。あの伝説の練習生ですよね。オーディションが始まった時から気になってたんです。スバルくんのことはアイドル養成所の練習生たちの間で有名だったので。僕はアリス川双葉、17歳です。ピンクの封筒を受け取ってここに来ました。はいはーい。同じくピンクの封筒を受け取った花のやぐり、14歳だよ。よろしくね。14歳って若っ。ああ、一人だけ混じってる女の子、途中のオーディションで見かけたわ。もうやだな。僕は女の子じゃないよ。正真正銘の男の子。せやったんか。あんまり可愛らしいからてっきり。俺は青い封筒に呼ばれた成海一世、19歳や。同じく木下美代、17歳。おいおい、ちっせえ声だな。自己紹介もっとガツンといけよ、ガツンと。俺は緑の封筒を受け取った竹脇仁太郎、花の18歳だ。そっちの丸メガネも緑の封筒持ってたよな。葉月しおん、16歳です。どうぞよろしくお願いいたします。へえ、君メガネなだけあって真面目だね。こっちは紫の封筒で長谷さんじました藤立咲也、20歳です。気軽に咲也お兄さんって呼んでね。お前のようなチャラい輩と同じ色の封筒とは嘆かわしい。キスミで年は20歳。年まで同じとは。20歳って何？は？イタチのファミリー？尻尾長くて。あなたも尻尾長い。あみあみ。おい、私の髪で何を。ほら、ダメだよ。人の髪を勝手に編んじゃ。ダメ？なんでダメ？君も同じ黄色の封筒だよね。僕は飛龍和夢、17歳。ああ、クックはクックラム。1と6。16歳なんだね。すごい。飛龍和夢ってあの飛龍兄弟の兄ですよ。飛龍兄弟？スバルくん同様、練習生の間で有名な実力派の兄弟です。そうです。優秀な兄の和夢とその兄を尊敬してやまない弟の飛龍和、15歳です。どうしても和夢兄さんと同じグループに入りたくてこのオーディションに。受け取った封筒は白。すごい。他の人たちも大手養成所の練習生として見たことある人ばっかりですよ。なあ、その練習生って？
あ、練習生っていうのはアイドル養成所に通うアイドルの卵のことです。実力のある子はスバルくんみたいに練習生の間でも有名だったりして。ごめんなさい。アイドルのこととなるとつい。いいよいいよ、教えてもらえてありがたいし。途中のオーディションじゃ他のこと全然喋る機会なかったからさ。それに俺養成所に通ってないんだよね。通りで見たことない顔だなって思ってたんです。一般から受かるなんてすごい。あ、そういえばもう一人見たことない人が。君は？ユキトラレオン。白い封筒を受け取ってきた。ユキトラってどこかで。しかし一時代を築き上げた芸能事務所のオーディションと聞いていたがこの程度か。どういう意味だてめえ。そのままの意味だが。おいレオン、その辺にしときや。一世。そうか、お前がいたな。ちょっと、あなたあの偉そうな人と知り合いなの？ああ、幼なじみや。そうだな。一世だったら俺専用のバックダンサーにしてやってもいい。バックダンサーって相変わらず手厳しいな。ずいぶん自信があるんですね。お前確かさっきそこのお宅に天才練習生とか呼ばれてたな。天才は一人だけじゃありません。ここにいるナゴム兄さんもれっきとした天才の一人。カズ、何言ってるの？所詮アイドルごときの練習生だろ。ずいぶん見下してくれんじゃん。お前もアイドルを目指してこのオーディションを受けたんじゃないのか？俺にとってアイドルになることは踏み台でしかない。踏み台？思い出した。ユキトラって海外で有名なタレントエージェント会社のスノータイガーエージェンシー？それはレオンの父親の会社や。俺はアイドルごときにとどまるつもりはない。俺の目指す先は世界。何がおかしい？ごめん、別に君のことを笑ったわけじゃ。ごめん違うんだって。なんか実感湧いてきて、俺本当に最終オーディションに残ったんだなって。こんなすっごい人たちと戦えるんだなって。そしたらなんだかすっごくワクワクしてきて。ワクワク？最終オーディション前に？それって結構変わってる。ごめん。よく言われる。お前確か春の太陽だったな。うん、そう。へえ、レオンが名前覚えるなんて珍しいな。俺以外で練習生じゃない奴がいるとは思わなかったからな。それってあの子が気になるってこと？もしかして早速ライバル認定とか？ライバル？笑わせるな。こんな素人が俺のライバルにはなりません。あなた方はライバルを自由に選ぶことができませんから。どういうことだ？説明が遅くなって申し訳ありません。皆さんのやりとりが白熱していたので口を挟む暇がなく。ライバルを自由に選べないってどういうことですか？一体どういう意味で？あなた方のライバルはすでに決まっています。ライバルが決まっている？皆さんが受け取った封筒、それが同じ色の者同士が最終オーディションで競い合う相手なのです。封筒が同じ色のものだと？それでは私のライバルはこのチャラ男だということか？ねえ、チャラ男ってひどくない？俺のライバルはこの丸メガネか。僕はこの将来性ありありな超絶可愛い最年少ルーキーと競い合うってことですか？褒めてくれてありがとう。可愛いって言われるのは嬉しいけど、かっこいいの方がもっと嬉しいな。クック、ナゴム、ライバル？そうみたいだね。
よろしゅう無口くん。じゃあ俺のライバルはこの天才練習生ってこと？俺の相手はあのブラコンのガキ？ブラコンって、まあ本当のことか。そう。そして競い合い、選ばれた7人がアイドルグループとしてライゼンプロダクションからデビューできるのです。その最終オーディションをこの砦のステージで。いいえ。なんだ何？ステージが下がって地下に。ここは見て！ステージにつながる天井の穴が完全に閉じた。どういうことだ？ここは一体。ここはライゼンプロダクションがアイドル育成のために技術の粋を集めて作ったインターナートです。合宿所ってことですか？皆さんにはここで与えられた課題を乗り越えながら SNS の発信を通してアイドル候補生として活動してもらいます。そして同じ担当カラー同士のどちらが7人のデビューメンバーに残れるのかグランツ投票で競い合うのです。グランツ？アイドル候補生として活動する君たちのファンの総称です。それってお客さんの投票がデビューメンバーを決めるってこと？はい。ちなみにオーディション期間は約1年。その間はこのインターナート内のみで過ごしていただきます。1年もこんなところで過ごせっての？ご心配なく。インターナートには衣食住はもちろんジム、ダンスルーム、音響スタジオなどアイドル活動をするために必要な全てが揃っています。けれどここにないものが一つだけ。ステージです。アイドルがファンと交流するためのライブステージがここにはありません。オーディションに勝ちデビューの決まったものだけが地上のアイドルの聖地砦のステージに立つことが許される。それがライゼンプロダクションの所属アイドルオーディションバーサスアンビバレンツなのです。バーサスアンビバレンツ？